こんにちは、かおりです。で、まず最初にこちらの表紙なんですけど、この四角を書いてですね、なんか本みたいに見えるようにちょっとしたかったので、ここの最初のところにお花のこういうイラストをちょっと描いて、でこの後にですね、マスキングテープでここの束のところをちょっと留めようかなというふうに思いました。でこのデザインを書いて下の方にですね、1月のカレンダーを書いていっています。1ページ目はさっきのでシンプルにしようと思ってあれだけのデザインということになります。で次のページですね、これはなんか一覧でこう1ヶ月バーって見えた方が見やすいかなと思って少し小さめのですね四角で書いていくことにします。だいたいこれは3つ、縦3つ横3つぐらいの四角の大きさにしています。で四角でこういうふうにカレンダーを書いたら月火水木金土日っていうふうに書いて、ここにはだいたい大まかな予定とかを書き込んでいったらいいかなというふうに考えています。でこの月のテーマはお花とかブーケにしようかなって思っているので、またブーケを書いて束ねたところをですね、マスキングテープでこういうふうに留めています。次のページですね、次のページは習慣のチェック表ということで、チェックしたい習慣の項目を書いていくことにしています。習慣チェック表の項目なんですけど、ジャーナルですね、日記とそしてお水といろいろな項目にしたんですけど、日記はですね、他のどこかのビデオで言ったかもしれないんですけど、感謝日記とかですね、なんか自分の持ってることとかを客観的にね見るようになってから結構ストレスとか不安とかがねなくなってきたので、これはすごい大きな変化だなというふうに思って続けています。でヨガとですね瞑想ですね、これは世界の状況とかでね、今のちょっと周りの地域のこととかで外に出られなくてもね、運動したいなっていう時とかにすごくヨガとね瞑想は役に立っているので続けたいなというふうに思いました。で瞑想はですね、なんかそんなに大きいなんか大々的にすごいっていうんじゃなくて、なんか1日5分ぐらいね YouTube でなんだろうビギナーとかっていうのでやったりしています。でなんか5分ぐらいね、呼吸に意識を向けてみたいな、そういうのでいいことにしています。で次の本はですね、なんか読まないと結構なんかどこかの本でね、読まない人はなんか頑固でなんだかとかっていうのを見つけたことがあって、なんかそういうのはちょっとね自分の中でそういう人間になりたくないなと思って、ここで習慣でね読書っていうのを入れて頑張って読もうかなっていうふうに思っています。で次の掃除ですね、これももうめんどくさくて掃除したくないやって思う時もあるんですけど、やっぱりね埃とかない時とある時は違うし、当たり前なんですけどね、本の高さとかもこう揃えたりしたら気分的にもなんか違うなっていうふうに思って、この掃除っていうのをチェックするようにしてます。こちらのページはですね、お花を描かないで、マスキングテープでちょっと貼ってデコレーションっていう形にしました。後で描きたくなったらちょっと描こうかなっていうふうに思います。で次のページに移ります。で次のページはですね、ゴール1月のゴールのページにしようと思っています。ゴールって言ってもそんなにインスタグラムのフォロワー数が何人増やしてとかそういうのではなくて、個人的には、心の面とかですね、この生活スタイルの中でどういうことを自分が考えていたいかなっていうことを結構
考えるのが好きなので、ここの、パーソナルっていうので、例えば毎日、幸せを大事にするとか、そんなそんななんか基本的なことかもしれないんですけど、ちょっと、個人的には大事かなって思っているようなことをちょっと書いていきたいと思います。で、このページは自分の生活とそして仕事というふうに分けています。で、またちょっとここにお花のブーケのイラストを描いて、またマスキングテープを貼っていきます。次のページはですね、またこれもブーケとマスキングテープのイラストなんですけど、ここはちょっとお気に入りの、言葉があるので、これを書いていこうと思いました。これは今日は新しい始まりみたいな意味の言葉なんですけど、結構個人的に昨日どうすればよかったとか、すればよかったなって思うタイプなので、これでちょっとね、自分の、気持ちに言葉をかけようと思っています。次のページはですね、感情のチェック表というのにしてみました。感情のチェック表ってなかなかね、このアイディアを初めて知った時すごいなって思ったんですけど、ピンタレストでこのムードトラッカーっていうのを見つけて、自分の感情ってね、そういえば楽しいとか嬉しいとかね、疲れたとかストレスとかっていうのはその時はね、すごくストレスとかって思うんですけど、次の日とかになったらまたなんかね、普通に戻ってるとか、いつまでも考えてたりとかね、結構いろいろあるなと思って、じゃあどういう時はこの幸せなのかなとか、いろいろ書いていったらね、面白いかなと思って、今日はというか今月はですね、このブーケのお花の、形というか花の種類で感情のチェック表をしていくことにしました。で、またブーケを最終的にはブーケになって、そしてマスキングテープをしているっていう風にしたいので、ちょっとこの枝だけね、最初に描いて、でお花のタイプを決めていこうというふうに思いました。で、こんな風にですね、マスキングテープをちょっとずつ貼っていって、下の方にですね、この感情でどういうお花の種類にするかなっていうのを表にしてみました。次のページですね。このページは自分のことを大切にする時間も欲しいなと思って、セルフケアのアイディアっていうのを書いていこうかなというふうに思いました。読書とかですね、ただ色を塗ったり絵描いたりするのも個人的には好きなので、この項目の中にちょっと入れてみました。で、次のページはですね、これは自分の中でお気に入りの言葉とかですね、本を読んでいて、誰かが言った印象に残った言葉とかを書きたいなと思って、このページを作りました。なんでしょう、お気に入りのね、ポジティブな言葉とか、心に残っていいなと思った言葉とかね、眺めているとすぐ立ち直れるというか、気分がね、ポジティブになるので、こういうページを作っても面白いかなと思いました。で、後でまた付け足したい時のためにちょっとこういうイラストを描いて、マスキングテープでデコレーションしていきたいと思います。月火水木っていう風に書いていきます。こんな感じで、そしてこれはこの週は週の1週目っていうことで、月曜日から始めたらこれは12月になっちゃうんですけど、月曜日から書きたいので、じゃあ書いていきます。こんな感じで、ここは2個ずつにしてます。2つですね。ここも2個。ちょっと線を引かないで、長い線は引かない、ちょっとこのままで残しておきます。で、後でここにビーッと引きたくなったら引こうかなっていうふうに思います。次のページも同じような感じで作っていきたいと思います。
じゃあ金曜日1日。じゃあここはこの感じで一つ開けて、なんか左右が同じマス数かちょっと気になるんですけど、まあここはちょっとこんな感じで2つマスですね。2つマスこうやってちょっとぐにゃってなっちゃったんですけど、まあ2つでこうやって描いていきました。このマスキングテープを貼ってみます。ここはこんな感じで。そうですね。やっぱりちょっとここちょっとこういう風にやるとまた雰囲気が違うと思うので、もし後で気になったらこうまっすぐ線を引こうかなっていう風に思います。まあ今はちょっとこのマスキングテープで、こんな感じでデコレーションしといて、後で調整してもいいっていう風にしたいと思います。でちょっと消しゴムがけをしてまた最後の仕上げをお見せしていきます。